自分に合うコンセプトとかを見つけてくること。こっち来て悩んでる暇は正直ないと思うので、将来の目標はそうやって K-POP が世界ですごいグローバルな市場で活躍しているけど、それを日本人として日本語と英語と韓国語とかも入れた歌とかで世界的なアーティストになる。留学に来てからの1日の大体のスケジュール、教えてもらってもいいですか？はい、1日まず朝9時ぐらいに起きて、そこから準備したりメイクしたり、前の日の授業で語学習ったこととかをちょっとだけ朝読んで復習して、あ、こういう意味だったなってちょっと思いながら1時間過ごして、で10時半とかに出て、語学の授業が私は11時から1時半の枠なんですけど、それを受けて、その後はお昼を食べて、なんかコンビニでサラダチキン買って練習室みたいな感じの生活で、そこからはずっとレッスンが夕方から、だいたい夕方からなので、それまではもう集中して歌ダンスの練習を個室とか広いお部屋、スタジオとかで練習したり、あとお友達とアドバイスし合ったりして、夕方レッスンしにまたスタジオ戻ってきてレッスンして、でその後もうまた練習室に戻ってそこから遅い時は基本12時ぐらいまでずっとやってでしたら、そのまま直お家帰ってシャーって浴びて寝るっていう。でもなんか一人じゃないからできるなって思います。みんなの周りで頑張ってるからできるんですけど、練習大好きな一日をしてます。ハードですね。お店とかは結構日本のお店とは全然雰囲気が違くって、多分そこに住んでる韓国人の方の雰囲気がやっぱ違うとお店の雰囲気も違くって、私がご飯を食べに行った時とかめちゃくちゃ優しく話しかけてくださったりして、なんかあったかいなって思いました。ここに来るまでは自分で YouTube とか見たり K-POP アイドルのコンテンツをいっぱい見て歌詞を聞いて勉強したんですけど、やっぱ習ったら全然伸び度が違かったです。みんな友達ですめっちゃ仲良くなれました。日本とかでアジアが多かったんですけど、個人的にダンスのレッスンが同じで仲良くなった女の子が、さっき言ってたダンス頭がこんがらがりました。ダンスのお友達が話しかけてもらえて、そこで一気に仲良くなって、年齢とか違うし言語もお互い韓国語もそんなに完璧じゃなくて、英語と韓国語を混ぜながらいろいろこの曲好きとかこのアイドル私も好きって仲良くなれました。ショッピングが好きですかわいい。私一人で日本でもショッピング行ったりカフェ行ったりするんですけど、韓国はもうそれがすごい本でだからここがもう家出たらショッピングしちゃうぐらい、もうめっちゃいろいろ一人で行ったりしたし、でもこっちでできたお友達ともショッピングしたりして、やっぱり全然違います。なんか日本にいる時にネットで調べてたような可愛いなって思ってた服とかがこっちでは実際手に取って見れるからめっちゃ楽しかったです。語学は本当に先生が優しすぎるぐらい優しくって、例えるなら語学朝行くじゃないですか。もうそれだけでホッとするぐらいその空間が楽しくって、で先生も私が結構って単語があんまり覚えれてないので、毎回聞いても全部優しく教えてくれたりするし、すごい分かりやすいです。シンプルに教えてくれるので、ただ授業で文法はこうだよじゃなくって、私が嬉しかったことなのは先生が韓国の文化についてを教えてくれたりしたので、来て困ったことがそんなになかったです。
勉強にもなるし安心しました。まず語学は最低限自分でできるものは勉強してきた方が絶対によくて、ペラペラになってこいっていうわけじゃないですけど、ある程度自分が困らないぐらい、ちょっと会話はできるぐらいはちゃんと本当にやってきた方がいいと思うので、自分に合うコンセプトとかを見つけてくる。こっち来て悩んでる暇はできないと思うので、こっち来たら練習アドバイスをフィードバックもらって練習だと思うから、日本でできることって自分にはどんな曲が合うんだとか、自分の得意なダンス1分とかでいいから、もうこれで絶対これなら受かるっていうものをちゃんと用意してくるっていうのが大事かなと思います。気持ちいいです将来の目標は、今そうやって K-POP が世界ですごいグローバルな市場で活躍してるけど、それを日本人として日本語と英語と韓国語とかも入れた歌とかで世界的なアーティストになることです。最後に、はい、韓国の K-POP 留学を目指している人だったり、韓国でアイドルになりたいって頑張っている人に向けて、多分いっぱい悩むこととか壁にぶつかることとかたくさんあると思うし、 K-POP だとなおさら年齢とかですごい諦めてしまう人もいっぱいいるんですけど、今こうやって例えばこの動画見てる人とかだったら諦めてないからこれを見てると思うので、本当に最後まで何があるかわからないのが人生だから、自分だけを信じてひたすら突き進んでください。一日一日無駄にせず頑張りましょう。